皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、最も切れた下回転をフォアドライブで一発ドンでぶち抜く、これのスーパースローを制作しました。今回はですね、このフォアドライブの一発ドンが特に得意なヤスと一緒に協力して制作しましてです。やっぱフォアドライブの一発ドンってやっぱ普通のカメラだと速すぎて何が起こってるかよくわからないと思うんですが、スーパースローにすることによって体の使い方、ラケットの出方、かけ方はどうしたらいいの、切れた下はどうやって上がるの、それがですねめちゃくちゃ細かく入った中身にすることができました。またですね、高評価、そしてコメントの要望などをしていただけるとですね、本当に嬉しいです。ぜひ最後まで非常に内容が詰まってますのでご覧いただけたらと思います。バックに来るって分かった瞬間ですね、足の一歩を大きく使って回り込みをするんですが、この時にお尻を使ってこの台の周り、バックの周りを円を描くように大きく回す感じでやってみてください。そうすると見てください、ボールが来た時懐がめちゃくちゃ大きく取ります。だから懐マックスで、この時に真後ろにラケットを引くのはダメで、面は開け気味のフラットで下に引いてください。で下に引く瞬間に体と股関節を一気にグワッて落としてください。でグワッと落として、で上がる力でお尻を使ってグワンって上げて回転をかけてる感じになります。でこの時に最後に手がくっついてくる感じですね。もう一度いきます。この時に手で全力で振るとかそういうのは意識してないです。手からいくとインパクトが弱くなるので、大事なのはお尻と足で起き上がる力をインパクトにして出している感じです。見てください、お尻と足でドンっていう感じですね。スマッシュを打ちながらかぶせているようなイメージですね。でやると入りやすいです。で打球点はなるべく頂点を意識すると下回転に対して一発ドンは入りやすくなります。で大事なのはですね、ガツンっていう強いインパクトがあればですね、相手の球がナックル系でも下回転系でも関係なく入りやすいです。で相手の下回転が切れちゃってると、その時に負けたりする。そうするとインパクトが出づらくなり弱くなっちゃいます。なので切れてるなと思ったらもっと強くインパクトをすると入りやすいです。なのでナックルの球のが簡単に出ます。8割ぐらいの力でインパクトが出ます。で下が切れていると8割ぐらいの力ではこうパッと落ちてしまいます。なので10割ぐらいの力にしてゴンって持っていくっていう感じですね。そうすると入ります。なのでボールが落ちた時はですね、ネットミスした時とかはもっとインパクトを強くしようっていう意識をすると、この下回転に対して一発のは入りやすくなります。つなぐながらループドライブっぽくかければいいんですが、一発ドンの時はですね、かけるというよりもガツンっていう当てる強いインパクトが大事になります。それでも入らないなら威力を落としてかける方を重視すれば試合中は入ります。特にですね、低い球は入る確率が下がるのでかける方をですね重視した方が入りやすいです。それを知っておいてください。なので回転をかける意識というよりも落ちないようにするという意識の方が実は一発ドンするときは大事になります。であとはですね、粘着ラバーとテンションラバーのこの打ち方の違いなんですが、基本的には体の使い方、足の入り方とかスイングとかは、基本的には一緒なんですが、当たった時の感覚が少し違いまして、テンションラバーは当たった瞬間食い込ませて上書きするようにすると入りやすいです。で粘着ラバーは当たる瞬間にですよ、こう当てる瞬間にこうかける意識が入るとより入りやすくなります。なのでその違いで、テンションと粘着のこの打つ時の違いがあるかなという感じですね。だから最後に切れた下回転を一発フォアドライブでドンするのが超得意なヤスがですね、こう研究した時にいろいろすごくいいことを言ってたので、それはですね、研究中の内容なのでちょっとカメラ向いて喋ってないっていうのがあるんですけど、ただいろいろちょっとすごくいいこと言ってたので、よかったら収穫があるのでご覧ください。なんか自分の感じだと、もう本当にガツンっていう強いインパクトが出れば入るんですよ。ナックルであろうと下であろうと。で
切れてるとうんインパクトが出ないんですよ。なんか負けちゃってるなみたいな。だだから切れてるなと思ったらもっと強くインパクトするんですよ。なるほどね。それやっぱこれこれがつ、俺あ、いい。このやつ必要それを強くしてる。なんかナックルの方がそれが簡単に出るんですよ。力いらなくていいってこと。そうだからなんか例えば8ぐらいの力でドカンっていけるんですけど、ナックルはもう下切れてると8の力だともうパッて落ちちゃうから10にしてって持っていく。じゃあ落ちた時はもっとインパクトを強くしなさいっていうことに結果になる。なるよね。じゃあかけるかけるじゃないですっていうイメージが一般的なんじゃない、そのネットにしたら。だからぶつける方がやっぱ強いってことだね。強いですね、一発ドーンの時は。でそれでも出ない時はもう威力落としてでもかけるになるな、自分の場合は。なるほどね。それで入らない時もドンって強くって落ちる。まああとは低いボールとかはドンできないんで、どうせ入入る確率低いんで。あんまりもね、分かる分かる。なんかイメージはね、このイメージなんですよ。ちょっと普通のポンでいいですオか。ッケー。バック続きで。なんかもう本当になんか極端にやると持ってってるね。パチン。なんかそうスマッシュをなんかちょっとかぶせるみたいな。それめっちゃいいかも。スマッシュをかぶせに行くね。だからスマッシュから練習した方がいい気がする。かかぶせればインパクト絶対弱くなるはずだから、普通に考えると。確かに。だからスマッシュのなんかスマッシュでもこれ別に落ちてないじゃないですか。オーバーしてないじゃないですか。落ちてない。このなんかインパクト出てスマッシュでこの感覚、落ちない感覚を作ってからかぶせた。でこれが下切られるともっと力が必要になるよねっていうだけの話なんですよ。なるほどね。切ってもらっていいですか。切ってよ。そしたら多分今のナックル打つ時の感覚だと足りないな。足りない。だからもうちょっと強くすればそのまま飛んでいくでしょみたいな。そうだね。本当だ。すげえ。なんかスマッシュの方が先かもしれないですね。なるほどね。スマッシュの方がインパクト出しやすいんで。その後にかぶせてちょっとかけに。そうその後にかぶせたスマッシュみたいな。かぶせたスマッシュ。だからこれを大きくするみたいな。スイングだとどうだろう。スイング的にはどうだろうね。どうやっていくのがいいんだろうね。体をって落とす。落とす。で落としてこの上がる力でボール回転。そこはちょっとドライブの標準っていうかその使い方。スマッシュも一緒っすね。これ多分真後ろから行くとやっぱダメだよね、真後ろは。そう、真後ろだと下回転スマッシュできないんで、結局面はフラットだけど下に行くんですよね、スマッシュの時も。結構落ちて、そうだね、ちょっと下からって感じだよね。手は全然意識してないです。手はま使ってる意識ないです。こう引くと手から行くとむしろインパクト出なくなるので、足こう起きる力でインパクト出してですね。なるほどね。最初グッと入るときはやっぱ股関節とかでガッと入った方がいい。めっちゃ入れるです。で、グッてやった方がいい。グッてやってケツをなんかバーンやる感じ。でもそうだね、そんな感じだ。ケツバーンだわ。わかる気がする。なんかそこに手がひっついてるぐらいの感じ。こんな感じがあるわ。ここだよね。なんか手からいくとなんかケツだよね。手からいくとこういうなんかスカあたりみたいななるんで、どっちかっていうともうケツでこれでインパクト出るんで。そうだね。ケツだね、確かにね。確かにケツだわ。このスマッシュ打ってるところからかぶせる。今の十分。で、なんか手使うのはなんか僕コース変えたいんですよ、最後。なんか手に力入れるともう面が1個しか出ないから抜いといて当たる瞬間に巻くとか。なるほどね。そしたらこっちもそう、こっち自由にしておかないとコース打ち分けれなくなっちゃうんで、僕は基本的にいつも当たる瞬間にやっぱストレートとかってここで決めてないんですよね、あんまり。なるほどね。もうそのここ本当まで行ってもっとここで変えるから。確かにそれは分かりづらいよね。だからこれ入ってると変えれる。だから多分なんですけど、こういう順番でやった方がいいかな。ロングサーブ出してオーバーで、ここ力出るなって覚えて下回転出してオーバーで、インパクトめっちゃ出てるな。じゃあそれちょっとかぶせて間ぐらいかなみたいな。ちょっと今のインパクト足りなかったな。ちょっと落ちちゃったね。
じゃあもうちょっと強くしようみたいな、もっと近くなってね。順番的にはそういう、そうだね。確かにそうだわ。先にそっちだね。はい、じゃないとバンは覚えられない、ね。覚えられないですね。かけに行ってる方だけだったらそうちょりちょりだわ。そうなんですよ。ずっとちょりちょりだ、確かに。で、チャイラバとかだとこの瞬間にかけるが入ってくる、ああ、かぶせるときにそう当たる瞬間にちょっとかける。でテンションだとどうだろう。テンションは滑っちゃうからそのままもうかぶせそのまま食い込ませる意識でいい。だからチャイラバの方が多分シート強い分入る。ああ、はい、この一発ドン。そのなんかかけてちょっと落ちるんですよ。そうだね。なんかね、粘着ラバーのが一発ドン入るんだよね。多分中国人なんだよね。なんかちょっとこうね、入りそうな気がするもん。そう、やっぱ落ちるよね。なんだか直線だけど。ただインパクトが出にくい。やっぱ力はやっぱ粘着の方がいるの方が一発ドンする。足りなくて落ちることがある。あるあるだね。あるある。よくその代わりインパクトが足りてるんだったらこっちの方が入りやすい。なるほどね。だから多分僕のイメージだとどっち使っても、なんか10っていうインパクト必要ですみたいな、でどっちが出しやすいかみたいな、そのテンションの方が出しやすいよね。そうだね。ただ、10出した時の入るかちゃんと出るんだったら粘着の方が入りやすいよねっていう。そういうだよね。でもそもそもインパクトは粘着の方が出にくいから、そこ安定して出ない人はスピンテンションとかの方がいいよねっていう、なんかそういう感じ。ということでどうでしたでしょうか。切れた下回転をこうフォアドライブで一発ドンで打つってこう普通のカメラだとやっぱり速すぎてよく見えないっていう感じになるので、やっぱスーパースローだとよく分かりましたね。体の使い方が非常によく分かったと思います。で試合中ですね、一発ドンをするところとできない時はこう回転をかけたドライブで返すもいいんだよっていうのをそういう2つのドライブのやり方が効果的だっていうのも分かっていただけたのかなと思います。なのでですね、ぜひですね、今日はこの2つのドライブのやり方で試合中ですね、フォアドライブで攻撃でミスなくこう威力のある球でどんどんレベルアップしてもらえたらいいのかなと思います。ぜひ参考にしていただけたらと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。